はようございます。おはようございます。はい、斉藤です。はい。はい、本日ですね、はいふもとっぱらに来てるんですけども、昨日から来てて、もう結構片付けし終わって、はい。あとね、大きいタープとか、ここの隣のタオスとかしまえば終わりなんですけど、このキャンプの動画は別で出してますので、はい。今回はいつも僕らがバッテリーとか使わせてもらってるエコフローあるじゃないですか。はい。の今ねちょっとここに出てますけど、うん。バッテリーのうん。シリーズになるんですけど、はい。動画の内容はですね、前にも一度やったことあるんですけど、容量別はい。冬のポータブル電源活用編ということでうんうんうん。やってみようかと思うんですよ。はい。どういうことかというと、例えばこれがね約 700Wh の、バッテリーなんですけども、はい。他にも例えば 1000W とか 2000W とかいろんな容量のバッテリーが出てるんだけど、どのぐらいの容量が自分に適しているのかっていう。結構皆さんから質問もいただけますよね。そうそう。で僕らはありがたいことにこういろんなメーカーさんとかのも含め、いろんなタイプのバッテリーを使わせてきてもらって、はい。今回もねこうお借りしてるんですけど、うん。例えばこういうキャンプの内容だったらこれぐらい必要だなとかっていうのが結構分かってきたので、はい。ある程度ちょっと参考になるか分かりませんが、うん。自分たちなりのちょっと考えとして皆さんにお伝えできればなっていうことでこの動画を撮影しております。いやー、すごいためになるなったらいいんですけど。感じです。自分がもしこれからどれにしようかなって思ってたら。そうだよね、で結構気になるところだと思うんで、今回はそのエコフローさんの提供なんですけども、はい。3台お借りしてますのでシーン別でうん。配置してってみようかなと思って今ねその3台をこう振り分けて置いてるわけです。まずですね久々エコフローのバッテリー案件なんですけども、実はこれはお借りしてるやつで、僕らが、実際に使ってるバッテリーもあるんですが、それはね白いやつで、エコフローのねまずデザインが結構いつも可愛いんだよね。かわいい。家にね今日は持ってきてないですけどいつも持ち歩いてる700W の、これのね1個古い型なんですけどね、白いバッテリーってなかったりとか、そう、ないし、こうゴツゴツしてないから、やっぱり女性から見ても可愛いなって思うと思います。これも結構スタイリッシュなね。感じで、であとは充電がね早かったりとか、朝になってやっぱりバッテリー持ってこうってなった時に充電するスピードがめちゃくちゃ速いんで、とっさの時にもありがたいです。そうですね、こうキャンプ行く朝に、準備中に挿しておけば終わってくれるから、それもありがたい点で、あとは、冬は特に大事なポイントが1個あって、エコフローのバッテリーはですね結構寒い日に、マイナス何度とかの日にキャンプ場行ってもちゃんと使えたんだよね。使えた。実は物によってはですね寒いとつかなかったりとか、バッテリーの減りがめちゃめちゃ速くなっちゃったりとか、あれゼロだよみたいな時あったよね。結構あったんですよ、実は。やっぱりその辺とかも使ってってみないと分かんなかったりするポイントで、なかなか難しいんだけど、エコフローはですねやっぱり長く使わせてもらって、一度も今のところないんですよね。ない。その状況にもよると思うんだけど、あまりにも寒すぎるとかその辺になってくると分かんないですけど、僕らの場合はその白いやつね、実際にもう2年ぐらい使ってるのかな。そうですね、白いやつは1回もねあれつかないとか、あれなくなっちゃってるみたいなことがないから。そうだね、冬キャンプもするんですけど、ないですね。やっぱり安心のエコフローだなっていうところで使ってるんですけど、今回はちょっとその新型ご紹介していきたいなと思います。はい、すいません。中に避難してきました。すごい横殴りの雨になっちゃって全部濡れちゃうんで、ちょっと中でやります。それこそ防水らしいんですけどね。すごっ。雨でも平気みたいなんだけどね。へえ。エコフローのバッテリーがどれだけ強いかっていう、なんか試験映像みたいななんかね過激なやつがあるんですよ。へえ。その映像ちょっと流してよければこっちの動画で借りれたら流そうと思うんですけど、なんかね思いっきりぶん投げて見たりとか、すごっ。水かけてみたりとか、めっちゃ寒いところで試してみたりとか、そういう実験もやってるみたいで、
すごいよ、面白い映像だった。エコフローさんの方から告知があって、Amazon のブラックフライデーってあるじゃないですか。リバー2のシリーズとかデルタ2とか、結構その人気のシリーズも割引になってるみたいで、さらに 5% のオフのクーポンを出してくれるそうなので、概要欄の方にね詳細書いておりますので、ちょっとチェックしてもらえたらなと思うんですけども、さっきね外の横に置いてたこの、今回一番ちっちゃいタイプの、リバー2プロってやつなんですけども、これの容量が、768Whなので、うちが使ってる白いやつとほぼ一緒のサイズになります。重さはですね 7.8kg、結構軽くてここで持てるんで持ちやすいんだけど、あとはねここが平らなんでいろいろ置けるという。それはいいよね、やっぱりだいたいここで持つやつが多いよね。ここか。そうなんだよね、この 768Wh、このサイズだとしたら僕らだったらどんな使い方をするかというと、まず1泊のキャンプって感じかな。冬キャンプだったら全然1泊大丈夫なんだけど、まず機材の充電、パソコン、カメラ、スマホなどなどいろんなバッテリーの充電は全然いけちゃうよね。あとはハルピン自宅でパソコンにも使ったり、そうコンセントがないエリアでパソコン使うときにめちゃくちゃ便利で、これを持ってやってるよね。移動して好きなテーブルでやってます。あとは冬キャンプの場合は、ここにあるこれ電気毛布とか、あとこれ電気回路、そう蓄熱式電気、湯たんぽとか、この辺も、2人で1泊ならいけるんじゃないかなっていう容量ですね。そうですね。正直500ぐらいのサイズって結構いっぱいあるんですけど、500だとちょっと心配な部分があります。電気毛布使うとなると、これがだいたい 80W ぐらい使うんですね、1時間に。でそうなると 700Wh でも使い続けて10時間いけないじゃん。まあずっと 80W 使うかというとそういうわけじゃないんですけど、でもこう計算的にはやっぱ700ぐらい欲しいんですよ、これ使うとなると。あとはこの電気の蓄電式湯たんぽ、これも蓄電なんで1回充電すれば終わりなんだけど、でも15分だっけ確か。そう 270W で15分使うんで結構使うんだよね。結構使う、意外と使うから、まあ、その辺も含めてこのサイズがあれば1泊でぴったりなくなるかなみたいな感じですよね。2人の場合は1泊の充電と暖房器具っていう感じですかね、でちょうどいいサイズです。そしてコンセント4個させて USB-A が3つ USB-C が1個 BC この車のシガーソケットのやつですね、が1つ感じです。裏側によいしょ充電、こっちが、ソーラーの充電ができるところがあります。ちょっとシンプルになりました。そうだね、まあでもここに物が置けたりとかっていうのが結構僕は評価高いポイントですね。便利。携帯充電しながらここ入れたりとかできるしね。車に積み込みする時も、やっぱこの上に何も置けないってなると、そうだよね、結構しんどいんですよ。これを一番上に持ってくるのはなかなかないからね、一応そんな感じの使い方をしております。で次のバッテリーこちらなんですけど、これ人気シリーズ、デルタ2でございます。これの容量なんですけど 1024Whになります。ちょっと大きくなります。重さが 12kg、 ちょっとどっしりした感じになりますが、この 1000W 超えのバッテリーを使う時、僕らだったらどんな時かっていうと、電気鍋とか IH クッキングヒーターとかを使う時は 1000W 以上のバッテリーを使ってます。例えばこれ、これまだちょっと使ってないんだけどこの間買ったやつですよね。電気鍋とかになってくると、これの電気容量が 1200W なんですよ。でこっちの出力ポートが 1500W なんで、これが1200、こっちが1500。バッテリーの方が出力容量が上回ってれば問題なく使えるはずなんですよね。ちょっと入れてみますか、電源。空だけど。挿しました。そしたら
棒で今ついてます。お、来た来た。あ、1146ワット使ってます。おお、回った。ファンが回った。あ、あったかい。空なんで止めておきましょうか。はいはいはい、っていう感じで使ったりします。ただこれも計算が必要で、約 1000Wh の場合、こっちの出力が1200とかじゃないですか、そうすると計算上1時間も使えないんだよね。だから本当に15分とかだけなんか肉焼いたりとか、温めたりとかするならいいと思うんだけど、あんまり1時間以上使いたいってなると、またもっとでかいバッテリーが必要になるので、うちの場合はこのサイズだとしたら1食をこの鍋使って焼肉したりとかっていう感じかな。まあ料理をそんな1時間やることって鍋ぐらいしかないね。その保温、まあこれも3段階あるけど、強さがそうね、ちょっと低温で置いとくっていうのは本当最後、作る時はバーって簡単に作っちゃうから、まあ低温にすると出力も下がるんで、ちょっと持ちは良くなるんだけど、でも昨日もねおでんやったんだけど、おでんってやっぱずっと熱くしてたいじゃん、ずっと弱火にしてたかったんで、昨日はガスにしたんだよね。まあその辺も使い分けてなんですけど、まあ全然使えるサイズになります。なんで僕らの使い方としては、充電と暖房器具プラスなんかこういう料理使いたいなとかっていう時に 1000W 使ったりしてます。あとね、例えば4人ファミリーとかの場合は充電と暖房器具だけでも 1000W ぐらい必要かもしれない。まあ人数いると増えますからね。電気毛布も2枚3枚使うとかってなると、やっぱ1000は欲しいかなっていう感じだよね。まあ使い分けとしてはそんな感じですね。だいたい電気毛布って80ワットぐらいなんですよ。ってことは80ワット10時間使うと800ワット使うから。でも果たしてじゃあ10時間あったかくしている必要があるかっていうとそういうわけでもないから、そこをねこっちのワット数から割って計算して使用できる容量を決めていくといいと思うんですけど。そうだね、まあ、あとは何でも電気じゃなくてとか、昨日の私たちみたいに、じゃあ鍋は一旦煮込んで作り終わるまではガスでやって、コトコトずっとゆっくり温めながら食べたいねっていう時だけさあそっかとか、そうだね、じゃあ湯たんぽはガスでやって、電気毛布は使いたいねとか、できれば全部オール電化にしなければそういうふうに分けて使えば計算しやすいかもしれない。そうだね。まあもちろん大は小を兼ねるから、1000あれば安心とか2000あれば安心ってはなるんだけど、まあ値段も上がっていくし、大きさも重さも上がっていくんで、まあ1000だとそんな感じかな。そうだね。で意外とまあ1000でかいなと思うんだけど、これはエコフローの結構特徴的なのはこの細いデザインで、ここの縦にスリムなんで、意外とこうちっちゃい隙間にスッて入るんだよね。そうだね。こう両手で持てるし持ちやすいんで、真四角の形のやつよりは置きやすいし使いやすいんじゃないかなと思います。でこれはですね USB-A が4個 USB-C2 つで、あと裏になるんだよね。裏が充電のポートが AC とソーラー、それとこれはコンセント12345 6個、すごいね、6個あるでこの DC も裏ですねって感じでございます。でここにエクストラバッテリーっていう端子があるんですけど、これは別のバッテリーをつなげて、なんていうの、増幅させるやつだから、このバッテリーにさらにバッテリーが接続できるっていうやつがさせるパターンですね。だからこれを増量できるから、足んなかったら増量するっていうのもありかなと思います。まあめんどくさいですけどねこれ、まあでも別々でも使えるもんね。そうだね、今日はちっちゃい容量でいいや。ああそうだね、それは便利だよね。毎回ね特大の容量じゃなくてもいいなとかね。ということでこちらデルタ2でございました。では最後、車に積んであります。重いんですね。重いんです移動します。最後がこちらのデルタ2マックスになります。ちょっとトランクの中ぐちゃぐちゃで申し訳ないんですが、容量がですね 2048Wh、重量が 23kg、 一気にでかくなります。確かになんか見た目はそんなでっかくなってないんだよね。スマート感はありますね。なんですけど、重量は倍ぐらいになってますあと容量も倍です。でこれはもうほんと何でも使えるっていう感じ。
もちろんね電気で料理もできるし、僕らが今車に積んでる理由っていうのは長旅用、車中泊とか何泊も旅行ったりとかする時にやっぱこんぐらいのバッテリーが必要だなっていう風に思ってる。で、その泊数にもよるんですけど、本当に1週間とか1ヶ月とか行く人はこれでも足んないかもしれないんだけど、実際僕らももっとでかいやつを使ったりするんですけど、キャンプとかで何泊かの連泊で車中泊とかだったらこれで十分かなって思ってます。で使い道としてはちょっとここに見えてますけど、この電子レンジ、電子レンジとかあとドライヤーとか、その辺まで使う場合、やっぱ2000欲しいなっていう感じですね。電気のクーラーボックスもこれ？そうです。中に冷蔵庫積んでるんですけど、それもここから取ってます。一応ここに電源あって、さっきのと一緒だね、形はね。デルタ2と形は似てるんで同じ感じなんですけど、こういう感じで置いて裏側にこうやって電源コード挿して、あとこれがね冷蔵庫なんだよね。シガーソケット。そう、冷蔵庫はこのシガーソケット運用してます。いつもよっ、こんな感じで挿して使ってます。僕らの用途としてはやっぱその連泊だったり車中泊が多いかな。これをねやっぱり下ろしてキャンプのサイトに置いてとか結構重いくて大変なんで、それはね、このサイズになってくると結構車に積みっぱなし。そうだね。で使うとしても今これがタオスにつながってる延長コードなんだけど、こういう風にもうつないで、これで車閉じちゃって、でずっとこれがねタオスにつながってるっていう感じなんですよ。この黄色いコードがタオスまでつながってる。そうでタオスの中で外部電源が使えるっていう仕様になってます。なんかそういう使い方ですね。結構大掛かりな使い方をやる。そうだね、そのキャンプスタイル、車中泊スタイルによってだけど、こういう重家電っていうの、大きなものを動かす時にはもうトランク積みっぱのでかい容量のもの、でも簡単キャンプに行くだけだったらさっきみたいな低い容量のね、持ち運びできるタイプで中に持ってっちゃって携帯充電したりとかって感じだよね。キャンプとかだったら、家帰って充電すればいいわけじゃないですか。このサイズは何泊か行けちゃうから、ほんと旅用として使ってる感じですね。1泊しか行かない人はあんまりこいつの容量を発揮せず終わっちゃうかもしれないし、でさらに、さっきのねデルタ2と一緒でエクストラポートがついてるんで、ケーブルでつないで容量を増やすってことができるから、その辺も便利なんじゃないかなと思います。確かにそうなってくるともうキャンピングカーのような仕様にできて、ちょっとプチ旅できちゃう。ソーラーもつけてプチ旅できちゃいますね。お金かかりますけどそんな感じで使ってます。ありがとうございます。ちょっと弱まりましたということで今回は、エコフローさんのですねバッテリーを使った容量別の比較動画をねちょっと作ってみたんですけども、さっきお伝えしてたクーポンを使って購入された方先着99名になんかクッションのプレゼントがありますということで、エコフロークッションなのかな。可愛いっぽくないそれ？どんななんだろう。可愛いっぽそうなんだけど、詳細については概要欄からエコフローさんの方でちょっとご確認ください。あとはですねエコフローですごいなって思うのは X ブースト機能っていうのがあってですね、要はなんかね増幅機能なんですよね。例えばリバー2の場合定格出力が 800W なんですけど、そうすると 1000W の例えば調理器具とか使えないんですよ。なんですけどその X ブースト機能っていうのが入っていて 1000W の器具も、800W の能力で使えるという、なんていうのかな、 1000W の鍋だったら 1000W 出力しないと普通使えないんでね、落ちちゃう。なんだけど 800W の力で 1000W を動かすことができるっていう意味なんですよ。ちょっと難しいけどね、一応使えるよみたいな機能が入ってるんですね。だからブレーカーを落とさずに小さい電力で稼働できますみたいな
っていうことが一応できる。ブースト常にかけてたら確かに、でも減りも早いってことですよね。減りももちろん早いですね。ちょっとでもねバッテリー選びの参考になればいいなと思いますので、はい。ちなみに斉藤家だったらどれがいいですかね。斉藤家だったら、うんさっきも使用シーン別で分けちゃったけど、一番使うのはやっぱこれかな。これ。はい、これがうん多分すごい使いやすいんじゃないかなと思います。そうだね。冬の場合は車中泊でご飯食べたいから、うん電気でお湯を沸かしたりするかもしれない、パターンが斉藤家は結構あるので。そうで2人ワンコがいる。湯たんぽも電気のやつ、うんこの間買ったやつ使うとか、でこっちでもいけるけど、うんまあこっちで持っておきたいみたいな感じですね。そうだね、ちょっと心配。うん1泊2日だけど移動して2泊ってパターンも年間で考えると割と多い斉藤家なんで、そうなるとこっちの方が安心そうですね。かもしれない。はいはい。選ぶとしたらこれが一番使用頻度高いかなっていううん。感じです。確かにそうだ。一人だったら間違いなくこれ。そうですね。うんこれかも。はい、そんな感じでございます。では雨も止んだんで、なんか明るくなってきた。ちょっとこの止んでるタイミングで撤収して帰ろうと思います。確かに降ることは分かってるんだこっちは。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、他にもですねキャンプの動画、車中泊の旅の動画とか、バッテリー使ってやったりしている動画たくさん出てますので、ぜひぜひ他の動画も見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤でした。斉藤でした。エコフローの取っ手。これこれこれじゃん。これ。